娘さんの話、娘の話ですけど、はい。前回の配信の時に、今度、ね、アクタンに会うんだよねっていう話をして、で、実際ね、ちょい前に会って、一緒に何したんだっけ、その日。だって忘れたな。あの日何したんだっけ。何の話、あの日はうちに来て、だべって、何話したんだっけ、記憶にございませんね。ダラダラしてたな。ミッフィーは買った。アクタンにも LINE して、アクタンも買った。その日は何したか忘れたんだけどで、結構その日は、夜になったら、帰ってって、あっさり。で、その後、また別の日に、船長が、イラストやってて、ちょっとそれもそのうち出てくるんだけど、ちょっとイラストのね、仕事というかなんていうか作業がありまして、今後出てくるんですけど、で、それがなんかもう、今日明日締め切りなのにはかどらないって、チラッチラって感じでアクタンに LINE したら、もしかして作業通話募集ですかみたいな、なって、作業通話しながら、アクタンは、サイン書いてて、マリンはイラスト画面共有しながら、見せながら書いてた。そう。その時は、なんか人生の悩みの話とかしました。はい。で、その後、これ結構ね、レアメンバーだとびっくりすると思うんですけど、船長も通話するとはかどるの。なんか、通話するとはかどるっていうか、多分見られてると、あれ進んでなくないってなるから、進んでる感出すために進めるみたいな感じで。書く。でも、アクタンね、やっぱ絵の上手い人が好きだからね、絵描いてるとね、めっちゃ褒めてくれる、ずっと。すごい、うまい、かわいい、すごい、感動する、これ有料ですって言いながら見てくれるから、テンション上がる。嬉しい。で、その後はちょっとこれ、かなり意外なメンバーで、そう、画面共有、そう、画面共有しました。イラストを見せながら、進捗見てもらおうと思って。で、何？で、その意外な意外なメンバーっていう言葉今もう6回くらい発してるけど、この意外なメンバーで、ご飯行ったんですよ。これが、月のミトさんと、ひまわりさんと、アクタンとマリンでご飯行ったの。これなんでこのメンバーかというと、アクタンが卒業発表した時に、ミトさん、ミトひまわり、マリン、アクアの DM チャットのグループがあって、そこで、ミトさんが、アクアマジかみたいな感じでなんか言ってきて、で、なんか、そんで、アクタンも、はい、マジです、みたいな、てんみたいなムードになって、話でもしようや、みたいな話でもしようや、みたいになって、一回みんなで通話して、そん時に、てか、ご飯でも行こうや、みたいになって、なんでそんなグループがって思うや。これびっくりするんですけど、もうむっちゃ前の、2時3時 VS ホロライブの、桃鉄の時に作ったグループなんですよ。そのグループがね、たまーに、動いてるの。たまーに。いや、もう全く動かないんだけど、その桃鉄があった後に、一回なんか、普通に語り合おうやみたいな感じで語り合ったことがあって、で、語り合おうやの回で言うと、いや、違う、なんか、あれだ、遊ぼうやの回で、2年越しに遊ぶ約束したグループもあったんだけど、ちょっと待って、話が点々と飛んでごめん。ちょっと、一旦さ、違う話して、この話戻ってくるから、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうメンバーだっけ？ミトさんと、ナトリサナと、デビ様とマリンで、遊ぼうの回があったの。これが、何年前だっけ？ちょっと、グループを確認したい。グループもどこにあるかわかんねえ。どこだ？いつだっけなぁ。いつだろう。うわ、見つけられないかも。全然見つけられない。これいつだっけ？これあった。これが、最初に、ミトさんが、マリンの家に行くって言って、で、二人きりだと気まずいですよねってなって、誰呼ぶってなった時に、ナトリとか、みたいな感じで、じゃあ、その辺とシナジーありそうな人で、じゃあデビ様とかっていう話をしたのが、これが、2023年か。でも意外とそんな前じゃない。案外去年やん。23年の話で、
1年越しにそこにデビ様が追加されて、で、日程調整をしたんだが、マリンが抑える日を間違えてて、リスケになったまま消えた。やばいよ、これ。もったいないよね。うん。はい。で、まあそういうこともあったりしてるんですけど、で、その、アクア、ミとひまわりマリンの回では、みんなでご飯食べながら、何の話したんだろう何の話してたんだろう何の話してたんだろうな何の話してたっけいろんな話して、で、その後、いや、まだ語り足りねえよみたいになって記憶取り戻してる。なんでこんな覚えてないんだろうなんでこんな覚えてないんだろう割と真面目な話ってか、なんか意外と言えないことも多いわけよ。うん。で、おばあちゃんって嫌な、おばあちゃんじゃないでしょキバチ。多少覚えてないこともあるじゃんよ。語り合ったことを。緊張してた。いや、実情たるやそんな緊張しなかったね。実際。で、その後はなんか語り足りねえよなーってなってしてなんか個室みたいなとこに行って4人でだべってて、何だべったんだっけ。思い出した船長がミトさんに初めてお会いするからプレゼントを用意したの。プレゼントを用意して、でもこれ言おうかな。動画のネタにしてもらおうと思ってプレゼントしたの。だから動画のネタになるまで置いとくべきか、いや言っちゃおうかな。いいか、その動画が出た時、これが船長の言ってたやつかみたいな感じで。船長めっちゃミトさんの動画好きなの、マジで。めっちゃ好きなのね。そう、直に初めてで、そうプレゼントしようってなって、で何が嬉しいかなとかめっちゃ探したの。めっちゃ探して、ミトさんが動画のネタにしそうなビジョンが見えるものにしようと思ってめっちゃ考えて歩き回った結果、なんだっけ、新人マジシャン育成キットみたいなやつ買ったんですよ。しょうもなと思って。しかもなんか新人マジシャン育成ビデオみたいなのもついてんの。それがで、なんかそういう新人マジシャン育成ビデオを見てマジシャンになれるのかーみたいな動画撮るかなと思ってもう買ってったんだけど、結構ね、めっちゃね、好反応だった。ミトさん、わー嬉しい、こういうの集めてたって言っててこういうの集めてることあるんだと思って変わってますよね、あの人本当に。集めてるらしく。で、その後個室でおしゃべりした後になんかその時ボドゲとかもいろいろ買ったの。みんなでボドゲとかも買って、で解散ってなった時になんかミトさんが急になんか皆さんこの後なんかあるんですか。私何もないんですけど、皆さんこれ解散ですかみたいな。すっごい寂しそうにしてて、っていうのもなんかその前回のこのご飯会が決まる前の通話の時もなんか通話切るって流れのなんか船長がじゃあそろそろ寝ますねみたいな言った時になんかミトさんが寝るんだみんな寝る感じですかアクアおい2人で話すぞみたいななんか一人で言ってて、でアクタンが私ももう寝ますって言って、そしたらミトさんがなんかなんか通話を切るみたいのができなくなった、ディスコードがバグって通話が切れないみたいななんか言っててどんだけ寂しいんだろうって思ったんですけど、寂しがっててまた寂しいのかなと思って、ミトさんうち来ますかっつっていいですかいいですかって言って、結構いいんですかと言いつつ結構ノリノリでついてきてでひまわりさんはちょっと明日朝早いから帰るわって帰ってって、でアクタンはでも2人で話したいこととかあるんだよね、2人の方がいいよねみたいな。いや全然ないよって言ってたんだけど結局来なくて、でミトさんと一緒にうちに着いたらアクタンが LINE でやっぱ行けばよかったって来てたから、いや今から来なよって言って、でしばらくミトとマリンで2人で過ごしてたんだけど、なんか早速新人マジシャン育成キットでなんかマジックの練習し始めて、船長その間ずっと君たちへのメッセージ書き合ってたのね。直筆メッセージずっと書いてて、そしたらミトさんがホロライブの人っていつもサイン書いてますよねって言いながらマジックのやつなんかやってて、
なんかなんて言ってたっけ、マリン俺は ESP を取得したみたいな、なんかわけわかんないこと言って、なんか変なクソ手品なんかお披露目してきてほんまにクソ手品だった。低レベルなクソ手品をお披露目してきて、いやこれアクアだったら絶対引っかかってくれるとか言っててでアクタンが来て、でもアクタンの時もバリバリ失敗してて、ミトさ全然引っかかってなかった。全然、失敗しまくってた。で3人で結構おしゃべりしてて、あとなんかなんかタクシーに4人でタクシーに乗ったので、結構近い行き先にお願いしますって言ったら、タクシーの運転手のおじいちゃんが、そんな近いとこ歩いてった方が早いかなみたいな感じでなんか怒り出して船長は船長が3人が後ろに乗ってて、船長が助手席に乗り込んでったの。そしたらなんかおじいちゃん怒り出してなんか船長がまあいいじゃないですか行きましょうとか言って余裕で無視して、でそしたら、いやもうそんなとこ、いやまあいいじゃないから、いやそんなとこ近いから歩いた方が早くていや言ってて、いやまあ行きましょうよって言って無理やり言いがして、なんかその後機嫌直ったのが普通におしゃべりしてくれたんですけど、なんか降りた後ミトさんがマリンじゃないとあの席は務まらなかったって言ってました。はい申し訳ないけど、確かに申し訳ないけどね、金銭的にそう申し訳ないんだけど、まあいいじゃん、よかったまである。この美少女4人乗せてタクシーの運転手さんもちょっとテンション上がったに違いないって思ってんだけど、上がってないのかなイライラしたかな。いやもうこうなったらもう愛嬌でごまかすしかないと思っていう感じでね、はい、美少女無罪ということで頑張りました。でその後なんかそのボードゲームがやろうと思って買ってたボードゲームが4人用ゲームで1人足りなくって、でね、青くんが来てくれました青くんが来てくれて4人でやりました。なんだっけ、なんかラブレターを渡すみたいな、なんて名前だっけ、赤い糸大作戦みたいな、なんて名前だっけ、忘れたなんだっけ、なんていう名前のボードゲームだっけ、なんかラブレターを渡すみたいな、君たちわかる渡すみたいなので、プロポーズのやつじゃなくて、なんて名前だっけ、プロポーズ大作戦かな、かな、ちょっと待って、調べていい？プロポーズ大作戦、いや違うなぁ、違うなぁ、なんだっけ、ゲーム内容言ってくれたと。ラブレターと、ただのお手紙と、ラブレターとただのお手紙と、キューピッドおせっかいのお手紙っていうのがあって、なんか、ラブレターは好きですっていう内容で普通のお手紙っていうのは、今度さ、遊ばんみたいなやつで、赤い糸大作戦、ちょっと待って。これです。赤い糸大作戦です。で、キューピッドのやつは、てか、あの二人、怪しくないっていう、内容の手紙が入ってて、その、好きです、付き合ってくださいを送り合ってると、見えないのでも、何が入ってるか見えない手紙なのね。手紙を刺すだけ刺して、何が入ってるか分かんないの。っていうので、なんか、例えば、こう、手紙が自分に、アクタンがマリンに刺してきて、うわ、これ愛の告白かもって思って、マリンもアクタンに刺すわけ。でも、アクタンがマリンに送ったのは、てか今度映画でもいかんみたいな、ただの手紙でマリンが送ったのは好きです付き合ってくださいだと、成立しないの。カップルが。ゲームをね、やったけど。いや、ミトさん、最高にうざかったな。
赤井戸大作戦してる時のミトさん最高にうざかったよ。よりを戻そうよみたいなこと一生言って、チュッチュッチュってしてました。なんか直近ずっと仕事だらけだったから、久々にいっぱい遊んだって感じで楽しかったです。ありがとうございました。